ここからは 3D 素体を活用したキャラクター作り、バストアップで入る描き方について解説していきます。3D 素体で作った3面図のキャラクターを使って新しくイラストを描いていきたいと思います。あくまで SNS 映えしたりするイラストを簡単に描きたいという方向けなので、初心者が映えたりしやすいイラストを描くには十分なイラストが描けるのではないかなと思います。これを下にしてイラストのラフを作成していきます。アウトラインをそのまままず取らないっていうのは重要になりますね。そのまま使ってしまうと、やはりまた違和感が出てしまうので、このように。割とこれやりがちなんですが、こちらも違和感がありそうな部分に関しては軽く、例えばこうですね、女性だったら細めに、ほんの少しの差なんですけども、細めにしてみたりとか、肘に関しても二次元寄りに尖らせてみたりなど考えてやっていきます。こちらもそうですね。例えば、ここが平行になっているのですが、ちょっと肩をすくめた方が可愛いなと思ったので、ここから自分の場合ですけど、変形ツールなどを使ってしまって、逆側を落としてみたいなことをしたりもしますね。3D モデルの手などは結構しっかり最近は指が表現されているので、そのままアウトラインを取って問題ないのですが、やはり二次元のキャラクターに落とし込んだ時に違和感を感じてしまう部分はかなりたくさんあるので、こういうのとかもちょっと丸みを帯びさせた方が可愛いなと思ったら軽く変形させてあげたり描き直したりしています。細かいところなんですが、小指の付け根のあたりに小指の先がついてたら可愛いなと思ったら、モデルではついてないけどつけてみようとか工夫があるとどんどん良くなっていくので、試していくのが重要です。これも人差し指もう少し長い方がいいかなと思ったら長くするなどしても大丈夫です。あんまりさすがに大きくしてしまうとまずいんですけど、そうですね、ちょっともう少し肩すくめた方が可愛いと思ったので、もう結構大胆にずらしていきます。画面に対してやはり体が全部平行であると面白みのない絵になりやすいので、もちろん上手い人だと平行でも動き出せるのですが、ちょっとそこまでまだ難しいよって方は少しね、体を傾けてみたりと、傾けた体に対して顔逆だと動きが出ますね。で、少しだけ体を女性的にして、開始前に説明すればよかったんですが、申し訳ないです。ここで説明させていただくんですけど、なぜバストアップが SNS 映えするのかというと、やはり二次元イラストのキャラクターで一番最初に見られるのが顔になるんですよね。で、その顔をやはり映えさせるイラストがパッと見で人気が出やすかったり、人に見てもらいやすいイラストになるので、今回の場合は SNS 映えを重視するということで、バストアップのイラストを描く方法をここでは解説したいと思います。こういう細かいところなんですけど、左手このままだと不自然だったので、ちょっとだけ引き寄せて、こういうポーズするときはですね、意識して形を整えていきます。先ほど言ったようにちょっと体が曖昧な部分が多いので、太く薄いペンなのでアウトラインを整えていきます。こうやって腕で隠れた部分などもラフの時点では描いて自分で想像できるようにするといいです。ちょっとまだ足りないので少しだけ体を寄せます。顔をくっつけていきます。よくありがちなんですけど、こっち側の向きより自分はこっち側の方が輪郭など描きやすいタイプなんです。こっち側も描けるようにした方がいいよみたいな話もあるんですが、もう今別に左右反転でできるので、こっちが描きたいんであれば先にこっちで描いてこっちで修正するみたいな感じでもいいと思っています。だから得意方面があるのであれば描きやすい方面で永久に描いてもそこまで問題ではないかなとは思ってます。このように調節していけばいいだけなので、アウトラインもう少し取っていきますね。二次元キャラクターは頭大きめでも大丈夫です。ただあんまり大きすぎると頭でっかちになってしまうので難しいんですが、首は先ほども解説した通り円柱を意識するとおかしなことにはなりづらいですね。頭が乗っているというイメージで描くといいと思います。これも賛否あると思うんですが、顔に十字線を置いて描くタイプの描き方があると思うんですが、目の大きさっていうのがかなり曖昧になってしまうので、このように毎回ずれるから自分としてあんまり好きではなくて、これを描くのであれば目に対して二重線、カタカナの木の形に描いて位置を自分の場合は安定させた方がまだいいのかなと思う。自由変形などができるので、このように描いた後に変形などを使って修正してもそんなに問題ないのかなと思っています。もちろんああいう線描いた方が位置決めて綺麗に描けるというのであれば全然描いてもらってもいいです。やりやすいやり方でやっていけばいいかなと思います。
大体最初はこんな感じで大雑把に書くことが多いですね。これちょっとチェックします。書いた後に何回も修正することが多いです。例えばこれの場合、もう少し角度を気持ちつけた方が可愛いなと思ったので、角度をつけつつちょっと手をずらしていきます。細かい修正は割とこの段階でやることが多いです。1個だけに集中して整えていくのではなく、全体見てちょっとずつ修正をしていく方がいいと思います。顔全体を何回も透明に見たりして整えていったり、大胆にずらしたりして合ってる位置を確認していきます。一発書きでできる方もいらっしゃると思うんで、そういう方はここまでしなくてもいいんですが、私の場合は何回も修正しますね。ちょっと右手に対して左手が肩をすくめた分長くなってしまって、こっちが短くなってしまったので、気持ち長くしようとかラフの時点でバランス取って修正しております。今回の場合はあまり立体的になりすぎると描きづらいと思うので、あくまで平面で可愛く描ける方法を講座としたいので、なるべく角度をつけない感じで描いております。だいぶアウトライン良くなってきているので、あとは大幅に、例えば体をもう少しこっちに傾けても大丈夫かなと思ったら傾けたりします。傾けた体に対して下半身まで傾いてしまったので、思い切って反転して逆側でもいいかなと思ったら逆にしてみたりします。かなりあくまで初心者向きなので、だいぶ描けるようになった人からしたらここまでごまかしていいのかみたいな形になってるかもしれないんですが、やはり今の時代はまず画力よりも注目度の高い方が何かと動きやすいと思うので、 SNS でバズれるようになるために頑張った方がお得かなと思います。もちろんテクニックや画力も重要ではありますが、まずは見てもらうっていう方が自分としては重要かなと思うので、今回は見てもらいやすい方向で、かつ簡単に描ける方法、ずるいかもしれませんが、そういう意識で描ける方法をちょっとお教えしたいです。だいぶ手こずっておりますが、だいたいできてきました。もうちょっと体大きくてもいいかなと思いました。結構大胆に大きくしてみたりとかもよくしております。例えばこれとかも、もうちょっと顔に近づけてもいいのではないかと思ったら、大胆に見比べて修正することも多いですね。ここに辻褄合わせるために少しだけ肩上げたりしてますね。多分大丈夫と思うんですが、反転チェックはここら辺の時点でかなり修正しますね。清書し始めてからあんまりしないようにはしています。もちろん企業案件かどうかなどにもよります。案件の場合は反転して使うことなども想定されるので、なるべく反転してもおかしなようにならないようにはしてます。ただ SNS に上げる場合などは反転されることはまずないので、あまり反転した後少し崩れているなと思っても、パッと見の可愛さの方を重視した方がいいのではないかなと思っております。これだけ変えるだけでだいぶ最初のポーズと比べて自然になったと思います。もちろん最初のポーズもそんなに悪くはないんですが、このポーズも自然かなと思います。で、実際に服や髪を上から調節していきます。違う色のペンを使った方が分かりやすいかと思います。あまり同じペン一色でやっていくと何が何だか分からなくなってしまうので、この段階ではかなり大雑把に線を引いています。こっからもう一段階ラボ描いてもいいんですが、自分の場合はもうこっから清書まで入れてしまいます。これもやりやすい方で構わないです。体のポーズによるんですが、こっちに肘があるので、ここが少しスペースが空いてしまった感じになります。その場合はこのように紙なのでスペースを埋めたりすると画面の映えが良くなります。頭が大きすぎたかもしれないですね。この場合はもう一回少しだけ顔をちっちゃくします。後ろの髪は同じぐらいでも良かったかもしれないので、服も描いていきます。服も円柱を意識するといいかもしれないです。初心者にありがちな描き方なんですが、平行に描いてしまって、このように平行に描いてしまうと立体感がなくなってしまいます。こういうことをどんどん同じ他のところでやっていくと、全てが平面に見えてしまってちょっと立体的な絵が描けてないっていう方は、円柱の組み合わせを意識してくれないかもしれません。かといって意識しすぎると硬くなってしまうのでちょっと難しいんですが、どんどん数をこなして自然に見えていく方法でやっていった方がいいです。こちらはこのように重力を意識します。どっちの面が表に来るか裏に来るかは常に意識しながら服を描いていきます。慣れればそこまでカロリーを消費するところではないんですが、やはり初心者の方だとここら辺かなりカロリーを消費してしまうと思うので、疲れたら一回休憩したりとかして
ただやっぱりしっかり描いた方が後々パッと見の印象が変わっていきます。こうやって貫通してラフ描いていって後から消せばいいので、やはり裏側がどうなってるのかっていうのはしっかり描いておいた方がいいです。ここも円柱意識して、こっちはこうなるだろうなみたいなのを常に考えて描いております。変形ツールなども使って整合性とっていいので、線画でこれをやるとちょっと破綻してしまうんですが、ラフの場合はもう存分に使っちゃって結構です。でこれに対してスカーフが少し斜めになって、ただスカーフが斜めになっているんですが、こっちに行くわけではなく真下に落ちるので、それは意識した方がいいですね、この場合ですが。少しもう体が斜めになっているので、全体的に下に服が行くみたいなイメージで描くと、完成した時に立体的に見えるかと思います。左肩が出っ張りすぎだったので修正しています。いろいろな色を使いすぎなのでちょっと分かりづらい方もいらっしゃると思うんですが、この色の使い方に関しては2色ぐらいでも全然問題ないと思います。自分の場合は様々なパーツで他の色の方が分かりやすいので使ってしまっています。こっからは表情を決めていきます。仮で今立てたんですが、例えば少しこっちを見て微笑んでる形にしたいのであれば、一度これは置いておいて、顔を笑顔にする場合、目が少し細まるんで、それを意識してっていう顔を描きたいと思っています。半目にしたり目を閉じたりするときによくあるミスとして、目の上下半分ぐらいの位置に目を閉じてしまったり半目に作ってしまって違和感があるという顔を描いてしまう方が見受けられるので、基本的に片目だけ閉じてみたらわかるんですが、目というのは閉じたらここにまぶたが来るので、それを意識すれば、例えばにっこりと笑顔を描く場合はここでにっこりさせるのではなく、下まつげよりも少しここら辺でにっこりさせた方が違和感がないですね。これが真ん中ら辺だとちょっと違和感が出てしまいます。ここら辺が本当はいい位置なんですが、ここら辺描くとちょっとのっぺりしてしまうみたいなことがあります。あと半面も同じですね。ここでやるのではなく、ここら辺基準で二重の位置はちょっとだけ大きくして、で下まつげも少しだけ上に来るので、このようにするとさっきよりもちょっとだけ半面にしたよみたいな形の目が描けるかと思います。ラフ時点でここまで描くことはあんまないんですが、分かりやすくやってやります。ちょっと顔が大きいですね。ラフ時点では何度でも修正できるので、多少大きくても後からこうやって直していきます。眉毛も少し目に連動して落とした方がいいですね。やはりどこか一部分を変えると連動するものだという意識があれば、極端な破綻にはなりにくいです。1個だけ直しちゃった場合とかでも顔全体を見て、例えば左目だけ閉じたら眉も落ちるな、顔は引きつるな、耳は上がる下がるみたいなのを意識するといいかもしれません。3D の方もせっかくなので見比べてみます。この 3D からラフを作って最終的にこのようなイラストを描かせていただきました。セクション2のイラストの塗り方、制作の仕方、バストアップの作成の仕方などの講座は以上になります。こちらでは SNS と相性のいいイラストの魅力の説明などをさせていただきます。データの方は表示できないんですけど、2021年時点で SNS を見ている人の割合、パソコンで見ている人が 20% 前後、スマホで見ている方が 70% 以上と、2021年時点でここまでの数になっているのですが、現在2024年においてはもっと拡大傾向にあると思っています。もうほとんどの方がスマホで普段 SNS を見ているんじゃないかなと認識しております。見ている方の大半がスマホユーザーということで、スマホユーザーが見ている時間帯やスマホユーザーが見ているイラストの見やすさなどを解説させていただきたいと思っています。見られやすい時間帯について、こちらは僕の試験なども入っているので正確なデータとかを取っているわけではないのですが、主にこの4タイプぐらいだととても見られやすいのではないのかなと思っております。まず8時前後、通勤時間ですね。学校に行ったりとか会社に行っている電車の中とかで SNS を見ることが多いのではないかなと予測しております。この時間帯はさっと見られる時間帯なので、かなりの数の人が見てもいただけているのではないかなと思っています。この時間帯にイラストを投稿するのはなかなかありなのではないかなと思っています。次に正午。これはお昼休みですね。
12時から1時が多いと思うんですが、僕の方も、会社員の頃があったんですが、やはり昼食の合間にネットを見るみたいなことをやっていたので、12時過ぎぐらいにイラストを投稿すると見てもらいやすいかもしれません。20時前後。かなりピークタイムなんですが、もちろんなんかいろんな自分がやりたいことやってる時間帯なので、かなりの人数がアクセスするのではないかなと思っています。0時。まあ正確には言えないんですが、最後11時以降から寝る前とかになんとなく自分の SNS を確認してトレンドを見たりとかイラスト見たりっていう方も多いのではないかなと思っています。この4つくらいの時間を外さなければかなり人が多い時間帯ではあると思うので、この時間帯に投稿するのが無難かなと思っています。実際自分でも夜中の3時とか4時とかにアップロードしたことはあるのですが、やはり見てもらいづらかった印象ですね。海外受けがいいイラストを描かれている方においては、海外のこういった時間とかを狙ってみるのもありかなと思っています。これ実際に自分の SNS なんですけど、このように表示はされるんですが、パソコンとかで描かれている方、こういった SNS がスマホや Android などで確認されているってことをちょっと見逃しがちなので、一旦ちょっと自分で持っているのであればしっかり SNS スマホの方でも表示してみて、パソコンで見た時と比べて印象が変わってるかどうかとか、そもそもユーザーインターフェースがかなり違っていたりとかすることが確認されると思うので、一旦確認するのもありかなと思います。ではこちら、スマホでスワイプを止めるような分かりやすさが重要について解説させていただきます。僕が実際に描いたイラストなんですけど、スマホでスワイプをして見ている方が大半なんですね。うまければ全然全身絵とかでも伸びるんですけど、ちっちゃい画面で見てるので、バストアップで表情や動作が分かりやすいイラスト、上のイラストよりも下のイラストの方が伸びやすかったりしますね。このキャラだっていうのがめちゃくちゃ分かりやすいので、フォロワー数が少ないうちはどういうキャラを描いているのかっていうのが分かりやすくないとかなり伸びづらい傾向というか、割合的にやはりフォロワー数が少ないうちは多分二次創作をかかる方が多いと思うんですけど、その二次創作を書くのであればどのキャラを描いているのかと、そのキャラがどういうことをしているのかっていうのが分かりやすい意味でも、全身描きたくてもちょっとバストアップ多めのイラストを投稿された方がいいかなと思います。どういったものを意識すれば人に見てもらえるのかっていうものを解説していきたいと思います。流行っている、ソシャゲのキャラとか人気アニメのキャラクターっていうものがまず大前提かな。VTuber とかの方でもいいんですが、こういった方々とキャラクターを描くのもいいんですけど、調べてみるとすぐ出てくるんですね。そのお誕生日だったりとか、なんちゃら記念みたいなのがあったりはするんですが、そういった時に描くっていうのを結構おすすめします。タグ検索してる方もいらっしゃるし、あと VTuber の方なんかは自分のタグで検索して、いいイラストとか、いい絵だなと思ったら、リポストやいいねをしてくれることもあるので、そういったところからバズることもあるから、やはり記念イラストみたいなのを描くのが一番わかりやすいですね。VTuber の方とかアニメのキャラとかが実際になんかイベントなどでこういったことがあったみたいなことを感想イラストみたいなのを描くのが時点でありますね。特にアニメなんかはもう週1で絶対にアニメが上がりますし、配信の感想イラストなんかもかなり拾ってもらいやすいので、こういったものをアップするっていうのは非常に重要かなと思います。こういったイラストをパッと描きたいと思ったらすぐ描けるっていう瞬発力は非常に大事で、実際自分もなんというかそういった関連のものが来た時にもうすぐ描き出して2時間ぐらいでパッと上げちゃうこととかもあったりして、実際そういったイラストってかなり荒くても割と見てもらう確率がすごく高いのでおすすめですね。ちょっと戻るんですが、 SNS なぜここまで伸ばさなければいけないのか。昨今正直な話、ちょっと企業案件1本でイラストで食べていくっていうのはちょっと私的な感想ですけど非常に厳しいかなと思っています。まず単純にイラストレーターを目指している人数やイラストレーターになった人の数が爆発的に増えているのかなと思っています。コロナ前とコロナ後で明らかに人が増えているなって思うのと、画力が上がってきている人も増えている。そういった中でやはり新人から始めるってなると埋もれてくるかなと思います。それ以外にも、まず今イラストレーターで現役で活動されている方が10年後どうなるかっていう話とかもあります。
現時点でイラストレーターとして著名で活躍されている方が、実際30代40代の方が今大きい仕事もらって活躍されてると思うんですけど、そういった方々が5年後10年後どうなってるかって言ったら、やはりなんとか頑張ってしがみついていると思うんですよ。それがどういうことが起こるかっていうと、やはり5年後10年後もそういった上積みの方々が残っている業界にさらに割り込むのがかなり厳しい状況に陥っていると思います。イラストレーターを目指している方も増えているのに、イラストレーター自体の人数も減ることはない。そういう中でどう割り込んでいくかっていうと、やはり今まで通りのような人からご依頼を受けて、そのご依頼に対して報酬をいただいてっていう生活はかなり一部の方しか難しいんじゃないかなと思っているので、実際どうすればいいのかっていうと、その依頼によって有名になるのではなく、最初から有名になっておくっていうのがかなり楽な方かな。あとよくあるお話なんですが、バズったんですが次のイラストからうまくいかなくなったって方もかなり多いかなと思います。これは単純明快で定着していないからですね。こちら先ほど説明したアニメキャラや VTuber さんなどのお誕生日や放送記念などで一時的にバズった、これに対してその次同じような絵を描いてもやっぱり伸びなかったっていうのは、その絵を見たきっかけっていうのが違うからなんですね。ずっと絵上げてて一定の評価をいただけてる人っていうのはフォロワーが定着しているからそのまま伸びているので、こういったイラストでたまたま伸びたとしてもなかなか定着しないことが多いと思います。じゃあどうやって定着させるかっていうと、この人は一定期間においてこれくらいイラストを上げているんだなっていう認識があると初めて定着するのかなと思っています。お誕生日イラストを上げて一時的にバズった3日4日置いてしまって似たような絵上げたとしてもフォローまで至ってないからフォロワーが見に来ない。お誕生日が目的でフォローしたけどその次のイラストとかが意にそぐわなかった場合フォローを外されるみたいなこともありますし、スワイプしながら自分に興味ないイラストが上がってきた場合とかスルーされる傾向にあるので、定着させるためにどうしたらいいかっていうのを考えてイラストを描かなければならないかなと思っています。